かちょっとツェッペリンっぽくないですか？ハンバッカーでこのジャリッと感。はい、どうも始まりました。本日もスペシャルゲスト、小口優也さん。またしてもご無沙汰しております。小口です。よろしくお願いします。小口くん、はい。先日、はい。ジャッカルのベースバージョンが出たんです。お、そうなんですね。こちらにあるんですけども、ジャ青いッカルミッドナイトというやつが。ミッドナイト。ミッドナイトの由来は夜ってなんかちょっと怪しくないですか？はいはい。なんかこの裏表感、アッシュ的なのを作りたくて、おー。昼の顔じゃないこう一面も見せたいなっちゅう。なるほどなるほど。はい夜のジャッカルですね。はい。まあベースバージョンとして作ったんですけども、これ実はギターで使うと結構面白くて、お、なんかね、結構激しいことになるんですけども、まあなんかざっくり言うとメタルゾーンみたいな EQ の聴き方もすんごいいいことになるんで、今日ちょっとそれを一緒にやってみたいなと。やってみましょう。はい、じゃあまず通常のジャッカルの音をまず聞いてみようと思うんですけども。マーシャルのじゃあクリーン。そうですね。じゃあまずオフから。はい。はい。はい。じゃあオンにします。お。おー、いつもの音でございますね。分離がいいですね。はい。ジャッカルって EQ、まあ回してもそんなにぐわーっとは変わらない。ちょっと一回ミドル回してみていいですか？こんな感じで、まあすごく使いやすい範囲を。ギターらしい。はい。はい。今ミドルですね。はい。動くんですが、ほう。ミッドナイトちょっと行ってみましょうか。ミッドナイト行きますか。行きます。はい、繋がりました。ジャッカルミッドナイト。今、フラットでございます。はい。緊張しますね。行ってみましょうか。はい。じゃあオンになってるんで弾きます。まあね、ちょっとフラットだと、ちょっとこういう、親って音するんですけども。なんかメタルゾーンとか、ビッグマフのなんか、塔を上げた感じとか。そう。ちょっとね、癖のある感じですね。はい。で、ここからなんですよ。ここから EQ を回すと、もうあらゆる方向に飛んでいけちゃうんですけども、というのも EQ の機器がパネースは、パネーはい。ちょっと一回ミドルとかも、一個一個じゃあちょっと回してみますね。じゃあ同じミドルから。ギターでこう音作りするときのポイントとして、このトレブルをちょっと下げ目っていうか、まあ、9時ぐらいを標準として作ると割とスタート位置としては良くて、ちょっとこれで一回弾いていただいても。なんかちょっとジャッカルがメタル寄りになって、なんかミッドナイトの感じわかります？わかります、わかります。ひねくれちゃってる。ディープなローも、フラットな位置でも、スーパーローは通常ジャッカルよりある感じが、そうなんですよ。で、ここにローとか足せちゃうんで、ちょっと足しますね。地響き系の。で、まあちょっとあっさり足して原因を上げるとか。
カルの。そうなんですよ。うん。なんかこのアタックのこのギュッてところはやっぱすごいジャッカル感ちゃんと残ありまってすね。ありて、ますね。亜種なんです。和音を吹いた時の分離感とかは、本家ジャッカルのお血筋を引いている感じはしますね。そうですよね。そしてさらにここでミドルをいじるともうかなりいろんな方向に飛んでいくんですけど、ちょっとなんかファジーなっていうか。そうなんですよね。なんかこれ EQ をもっと回すとすごくファズ寄りにもできるんですけれども、ファズ系ちょっとやってみますね。こんな感じで。そう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 。シリコンファズっぽいさが出てきました、なんだろうな、王道じゃないんですよ全然、なんだけども遊び心としてはすごくいろんなところにあるのかなと思っていて、あとまあプリアンプモードですね。オンにするとローゲイン、お、なんかトーンベンダーをかけたような、なんだろう。あ、なんかちょっとゼッペリンっぽくないですか？おお、なるほどなるほど。そう、だからこれもね、結構面白いんですよ、ね。なんかでもちょっとファズ臭がずっとしますね。なんだろう。全然回路はファズじゃないんですけども、この EQ が効きがエグすぎてそうなっちゃってるんですよね。もうちょっと違う音を作ってみますね。じゃあちょっとトレブルを上げてみよう。おう。おう。クランチいいっすね。なので人によると結構こっちのプリアンプモードの方が好きっていう方もいらっしゃるんじゃないかな。ちょっとプリアンプモードで音作ってみてもいいですか？ぜひ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 。フラット。フラット。プリアンプモードってマジプリアンプっすね。あ、これちょっと俺ブースターで試してみたいかもしれない。本当に？ちょっと、ちょっといいですか？いいですよ、いいですよ。動画の構成変わっちゃう。全然全然。アンプ自体をクランチにして、おお。それで、今オフで、アンプで歪んでる。アンプで歪んでるんですけど、ボリューム5とかにすると、まあちょっと輪郭がぼやけるんですよね。をオンにして、プリアンプとして使うと、このモコモコが、解消される。で、かつ、上げていっても、歪む。あ、なんかだからあれですね、いわゆるトレブルブースターみたいな。あ、確かに。音する。あ、そうそうそう。これ、オフすると、モコモコ。上げていくと、これ、トレブルブースターですか？トレブルブースターじゃないですか、これ。発見されてしまった何かが。やっぱだから、プリアンプモードは、ガチプリアンプなんですよ。ガチプリアンプですね。なんで、ギターの情報をこう、ロスすることなく、原因を調整できるっていうか、
トレブルブースター、まさにトーンベンダーとか、あの時代の人たちがそのアンプをクランチにして手元でクリーンからオーバーダブルサウンドを作ってたみたいなことができるんじゃねえか説で、このクリーンのまたいいっすね、絞った時のリバーブ。お、めっちゃいい。意外と使えるじゃないですかこれ。お、見つけちゃった。めっちゃいい。めっちゃいい。これやらせじゃなくて、この今見つかった今見つかったっすからね。すごい。音めっちゃいいですね。ツヤツヤになる感じがするんですね。今ボリューム5でセンターにしてますけど。分離が若干の分離の良さがそのままプリアンプとして使える感じが、これレスポールのあれですかねハンバッカーでこのジャリッと感あとダイナミックレンジが広いから、今フル10で弾きますけど、強く弾けば歪む。いいっすね。これ動画見てちょっとストラトでも聞きたかったって思う方ちょっと一瞬ストラトいいですか？もう全然予定してない方向にはい、まさかのストラト登場もうじゃあ一回オフ？一回オフで今ボリューム5とかちょっとモコモコサウンドですね。どうしてもハイが落ちちゃう。はい、ここをオンするとで上げていくと、めっちゃプリアンプ。これなんかすっごいヴィンテージのお宝ペダル発掘した感が自分で作っといてあれですけど、するっすね。そしてシングルとの相性めっちゃいいっすね。なんかフル10でリアで弾いてもちょっとプレキシのようなデラリバのようなキラッとしたいい感じにこうコンプレッションもかかるし、いいっすね。で、ちょっとあまりにもテンション上がりすぎて、一個説明し忘れてることがあって、ブライトスイッチっていうものがありまして、これさっきオンにしたりオフにしたり実はちょっとしてたんですけども、広域のキラッと感が若干変わるんですね。オフです。オフ。オンにします。
します。はい。オンにします。はい。さっきレスポールの時は結構ずっとオンだったんですけど、実は。はい。これ、もうハイゲインにした時も、このブライトスイッチは効くので、ちょっと最後に一応ハイゲインします、ストレートで。プリアンプモード、オフ。というのがミッドナイトでございました。この動画見ておーっと思った方はですね、ぜひチェックしていただければと思います。こういう思いもあって、実はベースバージョンと、言ってたんですけども、ベースっていう名前つけなかったんですよ、実は。ミッドナイト。はい。ぜひギタリストの方も手にしていただければと思います。トレブルを下げ目から始める方が、音作りしやすかったですね。そうですね、最後までご覧いただきありがとうございました。よかったっていう方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録お待ちしております。よろしくお願いします。本日スペシャルゲスト、菰口優也さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。またの動画でお会いしましょう。また